はい、GDY の服部です。よろしくお願いいたします。今日はね、イタリアの土着品種を楽しもうシリーズということで、ご紹介する品種は、ファランギーナっていう品種です。こちらはね、ナポリで有名なカンパーニャ州のね、土着品種になります。で、起源なんですけれども、ギリシャですね、から来たと言われています。でね、ファランギーナ、結構ね、難しい品種だと個人的には思うんですけど、色的にはね、このようにね、全体的にね、薄い色ですね、薄い黄色になります。で、香りはね、独特な香りをしておりまして、はっきりとしたね、特徴っていうのはなかなか難しいんですけれども、個人的にはね、少し何かの葉っぱのようなね、そういった香りもね、あるような品種だというふうに思います。で、酸はね、そこそこありまして、全体的にね、歯切れのいい、ドライのあるね、白ワインになりますね。で、今日ね、3本準備しております。1本目がね、マッキャルーパっていう生産者です。で、ワイン名がベンベンターノ・フランギーノというふうに言います。で、ヴィンテージ2018なんですけれども、ファランギーナ、少しね、イタリアワインの詳しい方で言うと、このベンベンターノでちょっとピンときたかもしれませんけれども、ファランギーナは実はね、2つ大きくありまして、一般的にファランギーナって言われてるのは、ファランギーナ・フレグレアっていうね、品種になります。で、もう一つがね、ファランギーナ、ここにあります、ベンベンターナですね、というのが二つ目の品種で、これはね、この二つは違う品種なんですけれども、大きくとってね、ファランギーナということで今日お持ちしています。これ一本目ですね。二本目はこちらですね。ワイナリー名がですね、カンティーナ・デル・タブルノというワインです。こちらね、巨大なね、実は共同組合生産者になっています。ワイン名がですね、ファランギーナ・デル・サンニオというファランギーナを使ったワインとなっています。こちらヴィンテージ2018年です。で、最後のワインが、一つだけ違ってヴィンテージ2017年なんですけれども、ワイナリー名がテヌータ・キャバリエル・ペペという生産者で、これ実は新しい生産者で2015年設立のものになります。ワイン名はですね、リルラ・エルピニア・ファランギーナっていうちょっと長いワイン名になってますけれども、こちらもファランギーナを使ったワインとなります。ではね、1本目の方からテイスティングしたいと思います。香りはですね、こちらビワのような香りがしますね。あと先ほど言いました少しね、緑の葉っぱですね、こういった香りがやっぱりします。あまりね、このファランギーナ全体的にね、それほど香りは強くないですね。はい、アタックはね、柔らかいですね。レモンの風味がすごくあります。あと、これミネラル感。で、やっぱり酸もしっかりしてますね。全体的に丸くってですね、それほど酸といってもね、なんか伸びやかな酸じゃないんですよね。ワインのまとまりをですね、構成しているような酸ですね。はい、2本目いきます。香りはですね、桃の缶詰であるとか、白い花、ちょっとこれ葉っぱというよりかハーブ感ですね。ハーブの香りがします。セージとかですかね。はい、アタックはね、これ丸くて、意外と果実味ありますね。黄色い果実の風味があります。で、少しね、舌の上に苦味がこれ残りますね。こちらね、酸はそこまで強くは感じませんが、非常にね、飲みやすくって美味しいワインですね。はい、3つ目いきますね。じゃあ、香りからいきます。やっぱりあまり香りは強くないので、表現しづらいですね。バナナですかね。白い花っぽい香りもしますけども、やっぱり緑の香りがしますね。アタックは一緒なんですけど、いわゆる柔らかくて丸い感じですね。これはちょっと舌にまとわりつくようなオイリーなね、感覚がありますね。それほど広がるというよりかは、このままこう落ちていくような、口の中にこう落ちていくようなイメージですね。美味しいワインですね。今日ちょっとね、ファランギーナ飲んだんですけど、ファランギーナはですね、非常に説明しづらい品種です。美味しい美味しくないとか言うとやっぱ好みにはよるんですけども、個人的には食事と合わせるとね、とっても美味しいと思いますね。いわゆるドライとか甘口とかっていう表現で言うと、もう完全にドライなワインですね。果実味がそれほどね、強くないのと、香りも強くありませんので、食事に合うんじゃないかなというふうに思います。
はい、GD ワインの服部です。今日はありがとうございました。今日はね、ナポリですね。こちらにありますファランギーナっていうね、品種を比較試飲してみました。そうですね、飲んだ感じは、ほぼほぼ3種類とも同じようなアタック、同じような構成をしているので、品種の特徴はすごく現れていると思います。ただ先ほどで香りがね、とっても分かりづらいというか、ある意味複雑なのかもしれませんけれども、強くないですね。いわゆるアロマティックな品種ではないので、つかみどころがない品種ですね。そういった意味で。ただですね、これ飲んでみると分かっていただけるんですけれども、特徴的な香りがします。あとアタックっていうか口の中に入った時も非常に特徴的ですね。あまり他の白ではないような、白ワインではあまり感じないような感覚を覚えます。先ほど何かの二つ目ですかね。酸があるけど酸味を感じないって言ったんですけど、イメージ的には酸は感じるんです。普通酸ってこういったところにね、綺麗に骨格として残るんですけど、そうでなくてね、ワイン全体に酸が溶けていて、全体がね、ちょっと丸い、緩やかな酸ですね。ぜひね、カンパーナのこのファランギーナは、一回ね、試したことない方は、試してみてもいいと思います。どの生産者のやつを取っても、だいたい2000円前後払えばですね、ファランギーナの特徴っていうのがあると思いますので、試してみてください。他にもね、このような動画ありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、失礼いたします。